動画をご覧の皆さん、こんにちは。今回は第14弾、新しいものがたくさんの意欲作ソニックフォースをレビューします。いろいろ言われている本作ですが、果たしてね、どんなところが良くて、どんなところが悪いのか、私なりにね、ちゃんと事実を述べた上で、自分の感想を混ぜてね、お話ししていこうと思います。それでは始めます。どんな作品？ソニックフォースは2017年11月9日に日本にてスイッチ、PS4、Xbox One、Steam にて発売されました。ちなみにアメリカなどのね、一部の海外に関しては、7日の時点で発売されております。ソニックカラーズなどの経験を生かしたね、スタッフの多くを起用。ソニックマニアから続くストーリー。ソニックシリーズでは久々にシリアスなストーリーで、脚本家もね、新たに起用したものもいると。で、敵の幻想を見せるね、新兵器により歴代のキャラクターが登場する。アバターを作ることができて、ソニッククラシックソニックとのね、トリプル主人公でストーリーが展開されるなどね、とても期待を大きくさせる作品でしたが、結果としてはいろいろ残念な出来となってしまった作品でした。ではね、どんな要素が良かったのか悪かったのか、それを見ていきましょう。良かったところ、アバターは設計の面でもアクションの面でもよくできていると思います。ソニックに似ている操作が多いのが気になる点ではありますが、エッジホックエンジンというね、性質上、ある程度の表現は限られてくるのかなと思いました。ただ、ウィスポンをね、変えることで、メインのアクションも大きく変わりますので、これはね、遊び方の幅が増えることでもありますし、初心者からしたらね、自分がやりやすい操作を見たね、使えるという救済措置でもあります。クラシックソニックに関しましてもね、マニアからドロップダッシュを引き継いでいて、操作がしやすいキャラクターとなりましたね。そして、シャドウ編がね、とても嬉しかったです。このシャドウ編はね、本編の前日談を書いていてちょっと短いんですが、雰囲気自体はよくできていたと思いますし、チームダークの会話もね、楽しめて、ファンからしたら嬉しい限りですね。音楽に関しましても歴代のシャドウステージのアレンジです。ステージの構成は本編から使い回した場所が多いんですが、代わりにね、仕掛けが増えていたりと、あとスコア基準が難しくなっていたりして、ハードモードとしてね、作られています。何より、シャドウが操作できる、チームダークが会話するっていうだけでも久々なんでね、近年のソニックとテイルスのだけのね、話みたいなのが多かったことを考えると、違う視点で展開される話をね、入れたというだけでも、個人的にはここはね、とても、また考え方が変わってきてくれたんだなと思える点だと思います。で、他にはね、ステージが短くてテンポがいいところですかね。カラーズや CD とね、同じく初心者がテンポよく進められるというのは評価すべき点ですかね。さらに今作では、リングが減りにくいイージーモードの存在。難易度に関係なく残機が配置されているということもありましてね、アクションが苦手な方でも安心して遊ぶことができます。ソニックはどうしてもね、スピードがすぐに出てしまいやすい関係上、穴に落ちたりすることが多いんですが、こういった面でのサポートがね、多いっていうことは、ありがたいところだと思いますね。で、アバターの服などをね、増やすためには、ステージの高ランクを出す必要があるんですが、これを手助けしてくれるシステムとして、デイリーミッションというね、ボーナスが存在します。簡単な課題をこなすことで、ステージのスコアがね、上乗せされるので、これを使うことでアクションが苦手なプレイヤーもね、全要素の解禁が狙えるようになります。悪かったところ、まずはストーリーですかね。キャラ崩壊などをね、おなじみとしてロストワールドからあんまり変わってないっていうのが正直な活動ですね。で、今回はシリアス気味で長いんですが、話の構成がね、めちゃくちゃで、例えばなんとか作戦をやろうみたいなことを言うんですが、作戦がよくわかんないまま終わったり、倒したキャラのね、その後がわからないまま終わってしまったりとかね、とにかく話としてね、ケツまで持っていかないことが多すぎます。で、セリフもね、全体的になんか安っぽい言い回しなどが多くて、キャラの魅力があんまり伝わってこないっていうのも残念なところですね。体制が変わって他のライターも関われるようになりましたが、やはりメインが同じライターなので、一部のセリフとかね、テキストの担当ぐらいしか実質はね、できなかったと思われます。で、キャラクターはたくさん出てくるというものの、役割があるキャラクターというのはごくわずかです。そもそも1回ぐらいしか映らず出番が終わるキャラもいるぐらいです。これなら最初からキャラを絞った方がね、話がまとまったのではと思います。ちなみにシャドウ編自体はね、
雰囲気もいい味出しているとは思うんですが、話が短いのが気になってしまいました。本編中ね、その話が飛び飛びなので、この空白の間をね、埋めるような話も合わせてやってくれたら、ストーリーの評価がね、もうちょい良くなったかもしれません。不安を言わないとスッキリしないので、一部言わせてもらうと、まず未回収の伏線が多いことですね。近年のストーリー解説が不十分なことに、自覚があったのか、今回はね、ウェブコミックやスタッフの方の話で少しだけ掘り下げをね、していくということになりましたが、むしろこっちで出た話は何も、答えがね、出てこないまま終わってしまいます。そして冒頭からね、少し話されているグリーンフィールの砂漠化とかについても途中から忘れられたことのように話がなくなりますし、ファントムルビーのね、恐ろしさなんていうのも、作戦自体が変わってきたっていうのもあるんですが、それでもね、この手段に対してはこうやって対策しようみたいな話が一切出てこないのでね、そんな感じでここからどうなるんだろうみたいなことをね、ワクワクさせつつも、最終的には何もしないで考察したところで時間の無駄で終わります。で、次に登場人物が多くなったことと主人公2名が無口になったことにより、キャラクター性が消失してしまったことですね。クラシックソニック、アバターといった喋れない2人の主人公を用意してしまったことにより、テイルスとナックルズがよりによってこの2人のね、状況や心境の説明をするだけのキャラとなりました。やっぱテイルスとナックルズはね、初期からソニックシリーズを支えてくれるキャラなので、こんな扱いにされてしまうことはね、ファンにとっても不満が多いところでしょう。テイルスに関しては説明などをね、してくれるキャラっていう意味では間違ってはないんですが、これに加えて毎回のようにクラシックソニックとかアバターに仕事を押し付けてくるキャラになってしまいました。もちろん、そのテイルスがね、困っているところに助けに来るっていうのはいいシチュエーションだと思うんですが、最初から問題なのはね、最初から自分で何もしないで投げっぱなし。せめてね、別行動をしてるとか、ソニックみたいにね、モダンソニックみたいにピンチまで追い込まれるシーンがあったりとか、そういうところがあればね、まだいいとは思うんですが、今回はね、どうしても後ろの方で祝ってるだけになっちゃうんですよね。そしてステージクリア後やボス戦後にね、エッグマンにざまあみろみたいな言葉を送る役割も兼ねているので、ますますその後ろで偉そうにしてる感がね、増えていくのも不快感が増えている原因ですね。で、アバターに関しましては、他のゲームでよくあるね、同僚とか、先輩ポジションがね、いないのが問題なのかなと思います。特にね、同僚なんかがいないのも一番効いてるのかなと思います。で、そのせいでね、心境とか状況を言うキャラがナックルズとかカオティクスになっていて、で、ナックルズはね、作戦をよく失敗したり、勢い任せの口だけで頼りないキャラみたいな印象がね、残ってしまいます。ナックルズは確かにね、勘違いをしてね、事態をややこしくしてしまったり、また、ある時はね、面倒見がいいやつみたいな書かれ方は過去作にもありました。ただ部分的にはね、そう思うと正解なのですが、同時にね、これはナックルズ自体が最後の方に非常に頼りがいのある姿を見せてくれるからこそね、失敗した分はちゃんと取り返してくれるようなね、キャラクターだったんですが、今作では活躍の場がないせいでね、余計にね、なんか悪い印象の方が目立っている感じですね。今作はね、軍隊ものなので、やはりアバターで作ったね、上官とか同僚ポジションのキャラがいて、そういう役割をね、持たせるべきだったのではと思います。一応ね、モブがたまに戦況報告などをしているシーンもあるので、そういう発想自体はあったと思うんですが、ナックルズの方に多分役割を押し付けようとした結果、こういった間違った形で役割が増えてしまったと。これは非常にもったいなかったなと思います。あとは世界観が変わったことによって違和感が増していることですかね。人間がいない世界ということで文字などが表示されないんですが、カオスの一件があったことになっていることと、あと文字を廃止した関係でね、テイルスの飛行機であるトルネードが出てこないとかね、過去作に比べると気になってしまう点が多いですね。ウィスプに関しても一応ね、設定などが不明なままですが、これは一応アメコミの方で触れられていまして、ちゃんと本人の意思を確認した上で、協力してくれた結果、ウィスポン、およびね、カプセルに入ってるウィスプは、自分の意思で入って、戦場に送り込まれたという設定があります。で、このアメコミね、日本の方に翻訳版が輸入されてたり、アプリ版の方でもキャラクターだけ輸入されてたりとね、公式がだいぶ押しているところがあるので、
こっちの話が一応ね、正式な設定なのかなと思って受け入れています。で、ストーリー全体はね、これくらいでステージの話になるんですが、全体的に敵の配置や仕掛けのね、寂しい場所が多いです。で、そのせいか、あんまりステージを楽しまないうちにゴールしてしまうというのが残念なところですね。で、今作がこうなってしまった理由として、今作のレベルデザイナーが新人さんらしく、それで従来と比べるとね、全体的に作りが甘いそうです。それでもね、まあ、監修があんまり行き届いてないところとか、問題ではあるとは思います。で、これがね、外伝作とかダウンロード専用ソフトだったら少しは気にしないでいいんですが、よりによって本編作だし、しかも1作前がダウンロード専用ソフトなのに徹底した作りだった。2作前に関しても、ステージ自体のね、設計は普通にやりがいがある感じだったので、そう考えるとやっぱ落差がすごすぎてどうしても気になってしまいますね。さらに言えば、仕掛けの種類やね、それぞれの効果音も減少していて、非常に寂しく感じます。あとはね、やり込み要素についてですね。今までコンプ特典に該当したスーパーソニックが無料ダウンロードコンテンツに格下げされました。レッドスターリングをね、集めるまでは、アバターの衣装が解放されるので、一応収集要素があるんですが、それ以降の、取る順番が決まっているナンバーリング、制限時間がついているシルバーリングとね、アクションとしてのその要求値は少しずつ高くなっていくのですが、問題としてスイッチ版はね、レッドスターリングを集めたら、もうこの2つのリングを集めなくていいです。なぜかというと、コンプ特典がね、実績とかトロフィーに該当するからですね。コンプ特典が、ハードの機能依存っていうのは、ちょっと、そこまで作っておいてね、少し寂しいところですね。まとめ。ソニック久々の大作のような宣伝で、実際発売国数としてはね、最多の本作でしたが、その出来は様々なものが中途半端と言える作品でした。とはいえ、ゲームとして成り立たないほどひどい作品でもないとは思いますし、ここ数年ではね、考えられなかったソニック以外を主人公とするという作品のね、スタイル。そして、キャラごとにたくさん立ち絵が書き下ろされて、そこからグッズが出てきたりとね。また、本作のアバターの着せ替えシステムは次の作品に部分的に採用されたり、ソニックシリーズが本格的に世界進出を開始することもできました。そしてファントムルビーというものもね、本編ではあんまり役に立っていないものの、アプリ版ではね、その設定が有効活用されていたりとね、これらで作られた要素自体はね、いろいろ無駄がなかったのではと思っています。で、中古品やセール価格など2000円を切っているので、ギリギリ許せるかなぐらいの出来ではあるんですが、どうしてももっと安く欲しい方は、海外版の Xbox One のね、とあと、セール時1000円まで下がるので、そちらでやってみることをお勧めします。余談ですがね、私としては、そういった数々の要素でね、ソニックの作品の良さってこういうとこなんだなっていうことを振り返ったり、あと、公式的にね、大会などが行われて、それが YouTube で配信されたりとね、またソニックの方の公式の向き合い方もちょっと変わってきた作品だったっていうこともあって、そこは少しね、楽しかった思い出があります。ということで、ついに本編のアクションシリーズはね、一通り解説とレビューが終わりました。次回からはね、携帯機や外伝作の方をまた古い順でレビューしていこうと思います。というわけでね、続きが気になる方、毎回楽しみだよっていう方はね、ぜひとも高評価やチャンネル登録をしてお待ちください。それでは。